Welcome to my channel. This is a vlog of my trip by train around 5 countries starting in Amsterdam in this summer of 2023. And today is about day 2, the first day in Amsterdam. アムステルダムセントラルステーションに着きました。空港ではこういう改札なかったんですけど、出るときはこういうゲートが必要みたいですね。だからタッチしないと大変なことになりそうです。中央駅の外観です。ものすごい大きくて、ちょっと1枚では収められないですね。ホテルはここから歩いて5分ぐらいの場所にあるので、朝早いんで多分部屋入れないと思うんですが、荷物をちょっと置かせてもらいたいの、着替えもしたいので、早速向かおうと思います。運河が見えます。ここはトラムのステーションでもあるので、綺麗ですね。この並び。そしてこっちには運河。もうアムステルダムに来たっていうのが感じられます。人が全然いないのもいいですね。アムステルダム中央駅の北側にやってきました。このように広い川があって、反対側にはボート、運河が見えます。こっちの方角に行くと、なんか観光名所のおしゃれな変わった建物があるみたいなので、今回の旅で行ってみたいなと思っています。駅もおしゃれですね。スタバにやってきました。あちこちにレインボーフラッグがあります。中央駅の中にトラムやバス、メトロに乗り放題になる券売機を見つけました。英語に対応していて、1日だと24時間券が9ユーロ、2日間48時間だと15ユーロで、このチケットをゲットしました。今からこれを使ってトラムに乗って国立美術館に行きたいと思います。This is a song for those who wait, for those who can celebrate, for those who always know the way, for those who would never say, I make you feel bad cause it's full moon, I make you feel bad cause I hate myself. It's for those who call you on your phone and know what to say without any help. こちらがゴッホのミュージアムで、ちょっと遠くにあるのが国立博物館です。せっかくなので、先にゴッホのミュージアムを見ようかな。ちょっと混雑状況を見て決めたいと思います。国立博物館にやってきました。多分そう。チケット持ってないんで、購入から並びそうですが、ちょうど開館の時間なので、チャレンジしたいと思います。こっち側は庭園になっていて、中綺麗ですね。石像が飾ってあります。こちらは自由に入れるみたいです。あ、すごい。すでに長蛇の列ができていそうな予感です。博物館はチケットの列があるのかと思いきや、QR コードでオンラインで買ってねっていう風に誘導されてしまったので、オンライン予約で9時45分からのタイムスロット、15分間の間に入ってくださいっていうチケットを買いました。でちなみに最初にトラムで通りかかったゴッホのミュージアムなんですけど、そっちももしかして同じ感じかなと思って、オンラインで予約しようとしたら、もうこの土日は完売しているようでした。でさらに言うと、事前予約でアンネの家を予約できなくて、ただ、アンネの家は当日券の分が2割ぐらいは朝9時から出るっていう情報を手に入れてたので、ついさっき9時7分ぐらいにトライしたら、ちょうどその瞬間に全部完売したみたいで、最初は日にちが選べたんですけど、時間帯がもうなくなっちゃってたんで、明日もう1日あるので、明日の9時からワンチャンかけて、頑張って予約してみたいと思います。ここにずらっとこう道沿いにいろんな国旗が並んでるんですけど、これなんだろうと思ったら、入り口に説明が書いてあって、ゼロフラッグスプロジェクトっていうふうに書いてあります。で、何かっていうと、世界の中で同性愛を認めてない国ですね。それが今67あると。
で、それぞれの国がどんなペナルティがあるのか。で、うち11カ国がなんと死刑になってしまうということが書かれています。これをゼロにしようっていうプロジェクトみたいですね。でオランダはさっきスタバに行っても思ったんですけど、いわゆる LGBT の象徴でもあるレインボーフラッグみたいなのをあちこちで見かけて、自分たちの国だけじゃなくて他の国もそういうのをなくしていきたいっていうすごい強いなんか意志の表れっていうのを感じますね。で、隣にはゴッホのミュージアムがあります。ミュージアムショップにカウンターがあってちょっと覗いてみたんですけど、もうチケットはオンラインオンリーということで、オンラインを覗いてみたらこの土日はもう完売してました。来週の平日だったらいくつか空いてる日があったんですけど、もう残念ながら2日後にはオランダというかアムステルダムを出て次の目的地のロッテルダムに行ってしまうので、せっかくなんでね、ちょっと建物が綺麗なので周りをぐるっと見てみたいと思います。通りを挟んで、奥にある木の陰の建物も、ミュージアムみたいで、バンクシーの絵なんかが飾ってあるって書いてありましたね。ここもオンラインだと割引って書いてありました。オランダはすごく IT がかなり進んでいるんだなっていう印象を受けます。公共交通機関もキャッシュカードとか、クレジットカードで乗れたりするし、かなりキャッシュレスが進んでるんじゃないかなっていう印象です。現代的な建物っていうのもなんか多いなっていう印象を受けます。後ろの古い街並みといい感じにマッチしてて、オランダならではの景色っていうのがですね、タイムスロットがあって、もうチケット買った人じゃないと入れないっていう感じですね。私は美術に詳しくないんですけど、こういうおしゃれな建物とか、ちょっと現代的なアートとかは結構見るの好きなので、ここなんかも面白い。すごい古い建物の横にこんな真新しい建物があって、キース・ヘリングって書いてある。日本ではユニクロとコラボしたので名前を知ってるんですけど、ミュージアムショップ結構見るの楽しいですよね。まだやってないみたいですけど、こんな感じでいろいろ飾ってあります。国立博物館にやってきました。中はフラッシュを焚かなければ撮影 OK ということです。ここに館内図があるんですが、多分これ年代を指してるんじゃないかなと。それぞれの階で、それぞれの年代のものが飾られてるんじゃないかなと思います。順番に下から行ってみようと思いますが、結構広いですね。22ユーロ、3000ぐらいかかったんで、それなりに規模が大きそうです。1時間ぴったり滞在しましたが、めちゃくちゃ良かったです。
なんだこの乗り物は。お腹空いたので、ちょっと事前に目をつけていいなと思っていたパンケーキ屋さんに今から行こうと思います。トラム乗り放題なので、トラムに乗っていきます。油断してると、これは引かれますね。気をつけないと。運河沿いは、こんな感じで花とこのレインボープライドの旗があって、いい感じです。プライドアムステルダム見かけたんですけど、一年中やってるのかと思いきや、どうやら今がたまたまそういう期間だったみたいです。7月の25から8月、でも2026年までやり続けるってことなのかな？ちょっと詳しくはわからないんですけど、結構いろんな企業が協賛してますね。ちょっと補修工事をしているところがまずカラフルです。あとこの目の前にあるそういう古そうな建物も同じくレインボーフラッグ立ってますね。これも多分なんか国を挙げての取り組みなのかなっていう印象を持ちました。少し早めのランチにこのハッピーピッグというパンケーキ屋さんにやってきました。お店の人におすすめを聞いたら、この甘いのが一番人気だというふうに言われたので選びました。バナナとチョコレートソースがかかってるオランダ式のパンケーキらしいです。他にも普通にチーズとかの食事系のパンケーキもあったんですけど、せっかく一番人気っていうことなのでこれを選んでみました。パンケーキ、クレープみたいな感じで美味しかったです。これは王宮の手前なんですけど、こんな一等地にユニクロがあります。さすが。今から王宮に行きたいと思います。王宮に行くんですけれども、この目の前がダム広場っていう大きい広場なんですが、今そのレインボープライドのイベントの準備をしているみたいで、完全に入れない状態ですね。で、こんなイベントやるよみたいな。現在、アムステルダムは夕方の6時前です。さっきまで雨が降ってたんですが、雨が止んで、今日初めて晴れた気がします。今日が見た中で一番今明るいです。日没は夜9時過ぎみたいなので、まだまだ先ですね。夕飯はもう軽く済ませたいので、ちょうど今からこのアルバートハインっていうスーパーに買い出しに行こうと思います。ここでアムステルダム初日編は終了です。次回もお楽しみに。